最近写真を撮ると顔の位置がこのように歪んでいたり、いい写真が撮れるなと思ってて、これ皆さんなんでかわかりますか？実はこれ、このようにストレートネックやスマホ首を引き起こして頸椎と背骨を歪ましている証拠なんです。ほんま、ストレートネックやスマホ首になると腰椎ヘルニアや膝痛まで引き起こし、おまけに自律神経まで乱れ、睡眠が浅くなって寝不足になります。格闘技するならパンチ力が落ちたり、スポーツするならすぐに疲れたりぐったりしたりします。ストレートネックやスマホ首だけでここまで体の機能が失われるので注意してください。そこで今回私の考えるたった1分、正拳突きで肩甲骨につく2つの専門的な筋肉を刺激して速攻ストレートネックやスマホ首を解消し、体全体の悩みも解消するセルフケア教室の授業になります。どすこい！セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって体がボロボロになって引退しました。私も肩の手術からストレートネックも発症し、痛みや凝りで悩んでいたので、皆さんの気持ちは痛いほどわかりますので、一緒に解決していきましょう。これ、立っても座ってもできますからね。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。ストレートネックやスマホ首と言われたからってやってほしくない行為があります。このようにいきなり首の筋肉を伸ばすだけのストレッチをしたり、このように固まっているとこを揉んだりしたりです。これ、ほんま飽きません。ただ、疲れて関節をずらしてるだけです。ここでストレートネックとスマホ首の原因と構造をお伝えします。ストレートネックやスマホ首になる原因は、首の頸椎に関与する肩甲骨の先端からこのように肋骨につく筋肉、長胸筋という筋肉が硬くなってしまい、肩甲骨をこのように外に押し出し、ロックしてしまい、背骨と頸椎に負担がかかり、顔を前に押し出し、首がストレートになって、ストレートネックやスマホ首が完成します。でも、この硬くなる小胸筋は実は被害者で、他にサボって怠けている筋肉があるから、この小胸筋が僕が代わりにかばって頑張りますと頑張り続け、被害を受けて硬くなるのが本当の原因なんです。なので、さっきの被害者だけを伸ばしたり、揉んだりしたら飽きませんというのはこういうことなんです。では、どうすんねんということで、格闘家整体師ノブの考えるストレートネックやスマホ首を解消する流れとしては、今回は正拳突きで狙う専門的なサボっている筋肉は2つ。サボっている1つ目は、肩甲骨の裏からこのように肋骨につく前鋸筋という筋肉。ここが働くと肩甲骨をこのように前に動かす動きが正常化するので、そのできなかった動きをかばって頑張っていた小胸筋の被害が減り、肩甲骨の位置を修正します。サボっている2つ目は、肩甲骨の内側から背骨につく筋肉、菱形筋という筋肉です。ここが働くと肩甲骨をこのように背骨に寄せて、肩甲骨の位置を安定させ、背骨の湾曲もこのように正常化し、姿勢も改善します。結果、この2つをセルフ整体でサボって怠けてる筋肉を働かすと、被害を受けていた筋肉も緩み、癒着もバリバリっと剥がれて、肩甲骨の位置も安定し、背骨の湾曲も正常化するので、頸椎の位置が修正され、ストレートネックやスマホ首が解消します。そのストレートネックやスマホ首が解消すると、頸椎につながる腰椎の湾曲も適正化されるので、結果、腰につながっている座骨神経も解消し、姿勢もこのように良くなるので、膝にかかる負担も軽減し、膝痛も解消します。さらに、背骨から自律神経をコントロールする神経も出ているので、背骨の湾曲が適正化することで、自律神経も安定し、夜も快適に眠れるというわけなんですね。この肩甲骨の動きが適正化するので、恐ろしく動きも良くなるので、このようにパンチ力が上がり、パンチがまた伸びて打てるようになるので強くもなります。おまけに姿勢が良くなると横隔膜の動きも良くなるので、呼吸が安定するので、スポーツ時の疲れも半減以上に半減します。いやー、ほんまサボって怠けてる筋肉は困ったもんです。それでは座ったまま早速セルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。まず最初に首の動きと肩の動きをチェックします。首の動きではまず下を見ます。そして上を見ます。次に横に向きます。そして次に横に倒します。
そして肩の動きもどれぐらい上がるのかっていうのもチェックします。終わった後にもう一回チェックして動きが良くなっているっていうことは体中のところが適正化していっているということになります。ではやっていきましょう。まず1つ目の前鋸筋です。この時に正拳突きのようにこのような形で手を前に出します。そして手の甲をこのように合わします。そのままの状態で斜め下の方向にぐーっと手を前に出していきます。そうするとこの脇腹のところに力が入りますので、その状態で10秒間10秒 ×3 回これをやっていきます。ぐーっと前に出して手の甲を合わします。そのままぐーっと出し続けます。そうすると脇腹ですね。このままの状態10秒間 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 この時にぐっと前に出して背中だけ丸めたらダメですよ。あくまで手を前に出して肩甲骨を動かすっていうイメージです。そして首に力が入らないっていうのがポイントです。ではいきますよ。ぐっと前に出します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。ではラストいきましょう。ぐーっとこのように前に出して出し続けます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。これすると首の上が向きやすくなって横に倒しやすくなります。次は両頸筋いきます。先ほど正拳突きのように前に出してたら今度は腕を引いていきます。このままの体勢で腕を引きます。そして手のひらは真上よりか外に少し向くようにします。そのままの状態で肩甲骨をこのような形でぐーっと背骨の方に引き寄せます。そうすると肩甲骨と背骨の間のところに力が入りますので、その状態で10秒間10秒 ×3 回です。ここからぐーっと寄せます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 この時に腰だけをこのように反らないで肩甲骨をしっかり寄せるっていうことを意識してください。では行きましょう。正拳突きから引いてきて肩甲骨をそのままぐっと寄せます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。これも首にちゃんと力が入らないようにしてくださいね。肩甲骨の内側と背骨のところです。ラストいきましょう。引いてきて肩甲骨寄せます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。 OK です。では終わったのでもう一回チェックします。まず下に向きます。そして上に向きます。さっきよりか僕も動いてるのがわかると思います。では次横に向いていきます。こう向きます。そして反対向きます。こうすると見える位置がだいぶ変わってると思います。では次に横に倒していきます。こういう形ですね。見ても僕のやつでもだいぶ倒れてるのが分かります。そして肩の動きも見ていきます。だいぶいきますよね。このような形でこっちもだいぶいきやすいと思います。ちょっとこれ壁があるからちょっと遠慮しちゃいましたけど、もっといきます。正確にはこれだけ、たった1分です。めちゃめちゃ簡単ですよね。最後にこのセルフケア後に合わせておすすめな肩甲骨をもっと剥がす方法を紹介しますので、最後まで注目してみてください。この毎日たった1分の行動力、これが健康への秘訣ですからね。ここまで注目してみてくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の励みになります。悩みや痛みに関する質問ややってみた感想などぜひコメントくださいね。ここでお話ししてきた最後に今回のセルフケアをすると柔軟性も上がり関節の動きも安定するので、後におすすめな肩甲骨をさらにバリ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 っと剥がすセルフケアを一緒にやってお別れしましょう。なので座ったままでもこれできます。別に立ってもできるので、まず肩をこのような形で少し上げます。そしてこう手を上げていただいて、手のひらをこのような形で壁のとこにペタってくっつけます。なのでこれ動く椅子だとめっちゃ楽ですよね。なので立ってても別に構わないです。そのままの状態でぐーっと胸を45度ぐらいに開きます。そうすると胸の前とか脇腹のところが伸びてきますので、この状態で30秒です。これをすると肩甲骨がさらに剥がれ、肩こり首こりも良くなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。